おはようございます。たかしです。本日は8月23日火曜日、ただいま7時51分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足です。昨日の日足は上髭、下髭を伴った実体がほぼない気迷い線となっております。今のところこの高値を1回つけてから次、陰線で引けていたんですが、昨日一旦このチャートでは陽線のようにも見えてます。ただ実体がありませんので、今はどちらともという感じなんですが、基本的にはまだ下がっていくだろうというふうに考えてます。ただですね、やはり昨日この下値も硬いなっていうのを確認していますので、ちょっとそこが気になるところではあるんですが、現在はずっと高値切り下げで、今安値も切り上げてきている、こんな三角持ち合いみたいな、そんな状態に入ってきてますね。インジケーターは方向感がないです。ただ、日足の GMMA が下がってきてました。その GMMA に抑えられるようにして、今のところ下落中っていうところで、一旦は160円ぐらいまで下げてくるんじゃないかと見てますが、今は161円ぐらいっていうところがやっぱり硬くなってきてますので、そこでどうなるかですね。本日も一旦反発の上昇はするかもしれませんが、基本的には下目線というところで、上昇したところは戻り売りだとは思うんですが、昨日の日足がちょっと気になるところですね。では4時間足です。現在はこの大きな下落の中での動きになってますので、この大きな波ですね、この親波に対してその中での調整の動きをしているんですが、高値は切り下げてきてますので、基本的には下がっていくとは考えます。今はこの赤で囲ったこれですね、この三角持ち合いみたいな中で動いているとも考えてます。その今は真ん中付近ですよね。この真ん中付近のこの白のゾーンっていうのは過去のレジサポゾーンなんですね、この辺。ですので今はその辺が意識されて、そこでの反発をするのか、ここから下抜けて一旦この三角持ち合い加減まで目指してくるのかというところですが、昨日もかなりこの下髭が出てますよね。これで下値が硬いっていうところもわかります。ただずっと上値は切り下げ続けてきてます。そして一旦昨日は髭ではあるんですが、安値の更新もしてますので、やはり基本的には下で、この三角持ち合い加減ぐらいを目指して下落してくるんだろうなと考えてます。一旦の下落ターゲットとしてはこの辺 160.5 付近かなとは見てますが、その辺付近まで下げてくると、おそらくこの白のボックス加減ぐらいまで来るんじゃないのかなとは見てます。今マクディはダイバージェンスを起こしているんですが、チャート的には下向いてますので、ダイバージェンスというよりただただ下向きという感じかもしれませんが、4時間足の実態を見てますと、基本的にはまだ横ばいなんですよね。なのでダイバージェンス取れなくはないんですが、今のところはまだ下向きで下落圧力の方が強いっていうのがわかります。4時間足の GMMA も横ばいですね。日足の GMMA も横ばいで少し下向き。4時間足も同じ感じですが、こちらも収束してますので上抜ける可能性もまだ大いにあります。ただインジケーターとしてはまだ弱いなと感じますので、まだもう少し下を模索するんじゃないのかなと思いますが、今この白ゾーンでどうなるかですね。昨日もだいぶ下髭が出てるので、一旦反発すると思ったんですが、その反発も弱く、一旦上昇しましたが結局下げてきてますので、やはり難しいなとは思います。今はここで反発の上昇を狙うのもありなんですけれども、何度もここを試してるんですよね。ですので、そろそろ下抜けそうというところで、今ここから上昇を狙うのは危険かなとは感じます。かといってここでショートが打てるかというと、そういうわけでもないので、一旦の戻しを待ってからのショートエントリーがいいと思いますので、今1時間足は小さく下落トレンドを描いてますので、その辺での戻しを待ってからのエントリーっていうのを狙っていくのがいいとは考えます。では1時間足です。1時間足ではこの大きな上昇に対して今調整の下落のようにも取れますので、ここから一旦の反発上昇っていうのも考えられます。ただ今のところ GMMA は下向きで、ずっと上値を抑えられて安値も更新してきてますので、基本的には下落トレンド中というところで、この黄色のラインがそれぞれ意識されてますので、このライン上限でのショート、下限でのロングっていうのもありだと思います。ただやはり上位足のインジケーターが弱いので、基本的には下から狙うというよりも上がってきたところをショートエントリーで狙っていく方がやりやすいと思いますので、もしトレードするなら上昇したところでの戻り売りっていうのがいいと思ってますので、この黄色のラインですね、この辺ずっと意識されているラインですので、その辺ぐらいまで上昇してきたところでの戻り売りが優位性があると思います。
ただやはりこの下の黄色のラインも比較的意識されてますので、下がってきたところで短く反発を狙うのはありだとは思います。ただ昨日ツイッターでも少し投稿したんですが、ここから反発しそうだったんですね。で、昨日投稿したのがこの辺なんですよ。この辺で下げ渋っているなと思ったので、ここから一旦大きめの反発、この辺ぐらいまでの反発を、予想してたんですが、結局はこの黄色のトレンドラインまでも上がらずに下げてきたというところですね。ただ強く上昇してますので、それの押し目買いですね。この上昇に対する本日押し目買いっていうのも入ってきやすいのかなと思いますので、やっぱり昨日も分かりにくい動きをしてたんですが、強く上昇してまた下落、そしてまた強く上昇っていう方向感のない動き、ただ全体としてはじり下げというところですので、その辺でトレードはしていけるといいのかなと考えてます。ただ今は黒線は方向感がない動きをしてますので、トレードするならドル円とかドルストレートの方がやりやすいとは思いますので、そちらでトレードされる方が分かりやすいんじゃないかなと個人的には考えてます。今だいぶクロス円分かりにくい動きしてますので、短く取っていくならありなんですけれども、この長期の方向感っていうのが一切出てません。個人的には目線はまだ下で下がっていくとは思いますが、この1時間足を見てるとここから大きく反発上昇しそうにも見えますので、その辺がすごく分かりにくいなって考えてます。4時間足の GMMA も横ばい収束、そして日足も収束しているので、大きく上げた場合はもしかしたらここを上抜ける可能性もあるんですね。なので1時間足ではトレンドは下なんですけれども、4時間足、日足の GMMA は収束してますので、上抜ける可能性も大いにあるというところ。ただ、インジケーターが弱いので、上位足のインジケーターに沿って考えると、まだ下落するんだろうなというところで、方向感がなく、分かりにくい相場になってますので、分かりやすい通貨ペアを選んでトレードする方がいいと思います。が、もしポンド円をトレードされるなら短くですね、5分とか15分足で戻り売りがいいのかなと考えてますが、この黄色のラインに沿ったトレードっていうのが本日は効きそうですので、その辺でされるのがいいと思います。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。